ヤクザというものはどういうものなんでしょうか？覚醒剤を渡したりとか、違う麻薬を売りつけたりとか、そういうことも小遣い稼ぎでやってたよね。殺しまでやっちゃうような、やってやるよって言って、それで食いちぎっちゃったんだよね。食いちぎる。近くに何もなかったから、もう殺されるんじゃないかとか思って怖いから、やめ方がわからない。Hi guys, this is Shun from Tele Japan. Today we welcome former Yakuza Mr. Junshi Urita as our guest to interview him and reveal the real life of Japanese Yakuza. Let's go. お名前をお願いいたします。はい、瓜田淳史です。日本のヤクザ文化についてお話を伺いたいと思っているんですけど、瓜田さんは以前ヤクザに所属してたということで間違いないですか？そうだね。17歳ぐらいの時に、その組の門を叩いて、でそれから、懲役も含めて、刑務所も含めて、ちょうどね、その10年後の27の時に帰ってきた段階で、組を抜けてるから、約10年やってました。ヤクザというものは、ふわっとになるんですけど、どういうものなんでしょうか？今はわかんないけど、当時はその任侠道って言って、弱きを助け、強きをくじくじゃないけど、繁華街とかその夜の街っていうのは、風俗産業だったり、水商売だったり、ギャンブルだったり、あとはその、みかじめ料をよこせっていう、やっぱその隙間にいろんなのが入ってくる街だから、やっぱり後ろに、その、ヤクザのケツ持ちっていうのをつけないで普通に営業してたら、中途半端なね、ヤクザではないアンダーグラウンドな奴らに金を寄せられちゃったり、トラブルが絶対に起きるんだよね。そういうところに、うちは〇〇組にお世話になってますっていうことで、トラブル余計な問題を起こせない、〇〇組が仕切ってるのかっていうことで、その仇の商売をしている人たちを守るっていうのが、昔からの任侠のルールというかね、任侠の本来の姿なんだけど、時代とともに、もう今ではね、そのヤクザが本当にその必要なのか、必要とされてるのかっていう部分で、もうほとんど見ないっていう状況になっちゃってるけどね。俺が育ったこの歌舞伎町、新宿はもうすごかったから、ヤクザばっかで。瓜田さんがそのヤクザの世界に入ることになったきっかけというか。俺の時はね、16ぐらいの時に、地元でくすぶってて、みんなで喧嘩ばっかしてたから、崖の世界でちょっとした名前が通ってたから、それで天狗になってたんだけど、やっぱりその、もっと上の段階に行かないと、潰されちゃうような、そういう時代だったから、で、自分がそのくすぶって、もう不良を足洗って、友達と鉄筋担いだり、鳶のね、職人の見習いサポーターみたいなことやるんだけど、そういうのを1年ぐらいやってのらりくらりと不良の方をこう見ないようにしながら、ひっそりと生きてた時期があったんだけど、生活した時期が。だけどこう、昔その、喧嘩で俺たちがその言わしてたような、その連中が、どんどんその、イケイケの暴走族グループであったり、ギャングのグループだったり、そういうのをどんどんこう、作っていっちゃって、逆転しちゃったんだよね、その力関係が。でそういうのもあって、くすぶった気持ちがなんかね、このまんま本当に不良少年をやめちゃっていいのかな、不良少年のまま終わっちゃっていいのかなって考えたときに、そうだ、不良になっちゃうっていう。で、親父がね、ヤクザっていうのもあったんだけどね、うちの親父がちょっとその不良の世界で少しだけ名前が通ってた人だったから、その親父のことも、なんであいつが大きい顔して新宿歩けるのはお父さんが有名だからだとか言われることが多くてね。それがちょっと嫌で、子供心に親父を超えてやろうみたいな。それでうちの親父とはライバル関係にあった組織に入ったんでね。ヤクザにじゃあ入ろうと思われた際に何か手続きというか、入るためのものがあったりするんですか？世間に知られてるその多くの、ヤクザの仁義っていうかその取り決めとして、義理事といって、杯事っていうのをやるんだよね。自分らの親方、その親分に当たる人から、その杯を、こうやって胸にしまって、その杯はね、このお酒をね、親分が口にした杯を自分もこうやっていただく。でそこにまさにその血の分けた兄弟のような兄弟分であったり、親と子の関係がそこで築かれるんだけど、その杯ごとの儀式が俺が入った組織はなくて、一家名乗りといって、組長になることを一家を名乗るっていうんだけど、一家名乗りまで行った
初めて総長だったり、その親分と杯事をするんだけど、一家を名乗るまでは一応定例会っていうその月に一回のそのヤクザが集まる、会合があるんだけど、会合か、正確には。その会合の時に、今日〇〇組の、何々が、若い衆を連れてきてるみたいなこの自己紹介から始まって、みんなの前で名前と挨拶をするんだけど、その時に初めて仁義っていうのを切るんだよね。だけど長いのよ。もう。で、あまりに長いから、俺らもまだ17、8のガキだから、そのね、仁義を覚えるために、組織の勉強会っていうのにこう数回通うんだけど、覚えらんないんだよ。で、どういう仁義かっていうと、まあ、当時のね、もう本当に昔の戦後のヤクザとかが、刑務所の中、寄せ場っていうんだけど、寄せ場の中で、最初はね、顔も名前もわからない者同士がこう一緒の生活するから、これお控えなすってじゃないけど、下町の寅さんじゃないけど、お互いがね、こう仁義を切るって言って、こうやって手前、家業の親と発しますわ。〇〇〇〇、なんとか文系とかね、何々組従います若い者ですとかって、この、お互いが仁義を切るっていうのがあるんだけど、時代錯誤で、そんなものを、俺らがね、もう18ぐらいって言ったら、もう90年代だよ。こんなことやんのかと思いながら、一応その仁義を覚えて、手前、家業の親と発しますわ。つってね。で、親分の名前があるんだけど、〇〇〇〇、従います若い者ですと。お見かけ道路の若輩者ですと。以後、免停お見知りおかれまして、強行万端よろしゅうお頼み申し上げます。っていう挨拶をするんだよね。金魚を発します。手前、当家の若い者でございます。どうぞお叱りなさってください。手前、旅中のものでございます。それをみんなの前でして、晴れて一人前ということで、東京の警視庁本部の暴力団対策課、組織犯罪対策4課っていうところがあるんだけど、ヤクザを取り締まる。そこに初めてリストが作られていくんだよね。だから俺たちは晴れて、付き人というか、若者って呼ばれてるところからちゃんとした構成員になった瞬間なんだよね。その仁義を切って。若者から仁義を切って本格的に入って、そうなった時に何か変わるものがあるんですか？当然警察にもリストが行くから、あとはハガキを作るんだよね。この業界ではチラシって言うんだけど、何月何日ね、平成何年、〇〇会において、何々組に登録した何名の若者みたいな感じで、証明写真みたいなの貼っつけた状態で、いろんなヤクザ組織にそれがファックスとかで回るんだよね。で、なんでそういうことをするかっていうと、自分たちがその掟を破ったり、仁義に反することをしたり、その組から、ハットをやらかして、犬畜生以下の、扱いをっていうんだけど、その破門っていうのになるんでね、ルールを守れなかったり、その親分裁量で、もうお前なんか出てけってやられた時に破門っていう形を取られると、破門、絶縁、赤字破門、黒字破門ってまたあるんだけど、あと所払いっていうのもあるから、所払い、絶縁、破門、除籍ってこれしかないのかな。で、そういう処分が下った時に、一番最初に登録式で使ったそのファックス、チラシ、証明写真が載った。それが、改めて破門状とかに使われるから、だから最初にその撮った写真はもう何年経ってもそれなんだよね。だから10年後とか20年後とかに破門食らったりすると、若えじゃねえかみたいな。はい、そうそうそう。先ほど、一般的なお仕事は聞かせていただいたんですけど、実際、瓜田さんが組織の中に入ってされたお仕事というか、どのような形で進んでいったんでしょうか？今だから時効だから、話すけど、当時は、新宿はトルエンが、変えたんだよね。で、これは世界の、東南アジアとか世界に出回ってる、メタンフェタミンとか、マリファナとか、そういった類のものじゃなくて、当時ね、日本ではトルエンっていうそのシンナーと呼ばれる、比較的に低コストで手に入る、遊べる、ドラッグに分類していいのかな？何なんだろうね。ちょっとそのハイになるような、ハイになるようなものが流行ってて、実際それは工事現場とかで使われているようなものなんだけど、
で、そういったものが新宿は珍しくて、歌舞伎町のガード下から、新宿の西口、新宿の南口、あらゆるところで、当時売人と呼ばれる男たちが、こう、車で買いに来るお客さんをね、こうやってこう、でこう舌打ちしながら立ってるっていう異様な光景があったね。何十年前さ。日本中からだってシンナー買いに来る。新宿に。で、それがね、当時、売り子って呼ばれるその売人の男の子たちを立たせてくんだけど、不良みたいな奴らを。それこそ、組長とかが3泊4日とかハワイに行って帰ってきたらもう200万とか300万とか売り上げがいってるぐらい、大量に当時シンナーが売れたんだよね。で、入ったばっかの俺たちはしのぎがないから、まずはトロエンの現場の見回りだったり、集金だったり、そういうのさせられて。まあ、次第にそれだけじゃ食えないから、結局、すべてが上納システムだから、ヤクザの世界っていうのは、兄貴に渡す。射程は兄貴に渡して、兄貴は親父に渡して、親父は総長に渡してって言って、結局どんどん上に持ってかれちゃうから、自分たちに入るのはもうスズメの涙なんだよね。だから、組や組織に内緒で、トルエンなんか売ってらんねえよって言って、トルエンのお客さんに覚醒剤を渡したりとか、違う麻薬を売りつけたりとか、そういうことも小遣い稼ぎでやってたよね。まあ、他にも、新宿には、それこそ今では漫画で、新宿スワンとか、そんなのがヒットしてたけど、ああいうスカウト飲み屋ね、ホストを入れてとか、マージン取って、あとチャイナクラブとか、韓国クラブの、とかチャイナエステ、チャイエスとかチャイクラの、中国人たちのスカウトっていうのがいて、それを裏で手引きしてるのは全部ヤクザでとか、少しでも、歌舞伎町とか、新宿池袋渋谷とかで、一般的じゃないお仕事、つまり風営の法の飲食店とか、飲食とか風営とか、保健所とかのライセンスを取らずに、若者とかちょっと悪いそうな人たちがやってたような仕事は全て後ろにヤクザがいるんだよね。闇金とかもそう。ヤクザなしではできないんだよね。だからそういう組織に入ってるから、そういうことができる唯一の利点というか、利権なんだよね。瓜田さんは新宿を拠点に、以前活動されていたと思うんですけども、そういったヤクザという組織は日本全国にあるものなんですか？はい、それはもう北は北海道から南は沖縄まで、もう名門の、本当に、歴史や伝統のある、レガシーのある、ヤクザ組織っていうのは、大阪ももちろん、北海道、沖縄も全部ある、九州も。新宿は、特別変わっていて、新宿っていうのはアメリカで言ったらニューヨークとかと一緒で、東京の人っていうのがもうほとんど逆にいないね。日本全国の人が流れ着いてきたのが新宿だから、新宿が地元ですなんていうのは俺とか珍しかった。大体はあそこの親分は本当は九州だとか、この人は北海道だとか、その人の寄せ集めだから、組とかもね、結局は形を変えて、名前を変えて、いろんな形で新宿に流れてきたような組織だから、まあいろんな組があって。組織内で何かトラブルとかってあったりするものなんですか？しょっちゅうあるよ。トラブル大好きだからね、ヤクザは。そうだね。例えば誰かがつまらないことで、他の組と、盛り場でとか、賭場って言って、ギャンブル場、10円ポーカー屋だったり、今あんのかな、闇スロとか、あとは裏カジノ、バカラとか、そういう賭博場で、まあやっぱりみんな金も覚醒剤も売ってるし、大金使ってるから、喧嘩っ早くなってるんだよね、そういう時に、普段揉めなくてもいいような相手と、隣の席とかになっちゃったりすると、遊ぶ場所がだって限られてるから、たくさんのヤクザが新宿にいるのに遊べる場所っていうのは限られてるから、絶対バッティングするんだよね。飲み屋とかだって。でそういうところで博打とかやってると、やっぱり喧嘩の原因になっちゃって。で、それが、難しいことに、よその組織だったらまだ、よくある話なんだけど、一つの会、だから一つの組織、ファミリーに、いくつもの組があるんだよね。〇〇組と〇〇組は何々会系、何々会系の〇〇組とか、何々一家の中の〇〇会、〇〇組。一つの会で、名称は一緒なんだけど、組織としては。
中にね、のれん分けされてたくさんの組があって、そこは全員別に仲いいわけじゃないから、同じ同門の中の喧嘩ってのはしょっちゅう起きるんだよね。殺しまでやっちゃうような。This channel produces the following four types of videos. The first one is various interviews related to Japan. The second one is an inside look at the daily life of Japanese people. The third one is reaction videos on various topics. And the last one is how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. 今少しお話にもあった通り、他の組っていう話もあったんですけど、よく私たちはニュースを見るときに、なんとか組となんとか組の構想とかいう話を聞いたり、あと縄張りっていう言葉も聞いたことがあるんですけど、そういった縄張りとか構想っていうのはどうして起こるものなんでしょうか？やっぱりだからさっきも言った、ヤクザの世界にいるからこその利権っていうのが、要するにいろんな許可や届けを出してないような商売には全て、夜の特に商売にはもうほとんどヤクザが噛んでるってさっき話したけど、今はわからないよ。今の時代は。俺らの頃まではね。で、そういう不良っていうのはヤクザの不良っていうんだけど、不良少年とかで使われる不良じゃなくて、ヤクザの世界はもう仇か不良かって言い方するから、ヤクザのこと不良って言うんだけど、不良たちが、結局自分たちのしのぎや自分たちの睨みを聞かしとかなきゃいけないのは、入ってこられないようにしなきゃいけないんだよ。だからさっきも言った、例えばスカウトだったらスカウトを立たせてる何々通りからこっちの大通りから繁華街の中まで入っていくこの道はっていうところに全部縄張りっていうか何々組、ここまでは〇〇組の何々さんが面倒見てるからやめた方がいいとか、ここは〇〇組だよとかっていうのがあって、こっち側の人らがこっちに入っちゃって、女の子スカウトしたとかってやっちゃうと、この人、〇〇組に、お前ら泥塗っとんかいと。これは、うちらに喧嘩売ってんだな。ということで、ここを死守するために、何人たりとも入ってくるものを許さないっていう。でも、それは当たり前なんだよね。そこを良しとしちゃってなーなーにしちゃったら衰退しちゃうから。だからもう入った入らないっていうのはもうすごい厳しいんだよね。で、島っていうのがあるんだよね。縄張りというか、これもまた難しいんだけど、島を持ってるヤクザ組織と、島を持ってないヤクザ組織があって、どういうことかっていうと、俺もやめた口でね、あんまり言えないんだけど、バクトと、親王っていうのがあるんだよね。例えば、海外でも有名な山口組とか、住吉会とか、そういうところはもうバクトって呼ばれる。で、俺らがいたところは極東会って言って、親王なんだよね。どういうことかっていうと、親王は、田舎の方に行けば縁日でお祭りやってたり、鳥の市で熊で売って、焼きそば焼いてみたいな、そういうこともメインにしてて。都心の新宿とかに来たらもうバクトのようにヤクザがしのぎやっちゃうんだけど、そういうのは親王道って言って、庭って呼ぶんだよね。島じゃなくて。ここは〇〇会の庭だからとかっていう言い方するんだけど、さっき言ったバクト、基本は、何十年も前に、あえてサイコロ振って、入れ墨出して、オフ会なすって、超反バクトってこのね、花札したり、映画とかで見たことあるでしょ？はい、あります。ああいうことを由来としてるヤクザはバクトって言って、島持ちなんだよね。だからうちの島で何してるんだ。だから庭持ちと島持ちに分かれてるんだ。まあほとんどが島だけどね。あともう一つすごくヤクザと聞いて有名なのが、小指を落とすみたいな儀式があると思うんですけど、あれはどうして行うものなんですか？縁故って言ってね、ご縁がありますようにの縁。その人との縁をなくす。個人の子だよね。縁を子にするってことで縁故って言うんだよね。要は縁組をしてるじゃん。さっき言った杯だったり、仁義切って、この親分の子になりました。この兄の舎弟になりましたっていう、それ、縁を組むって言うんだけど、もうお前との縁はもうなくなるぞっていうことで、縁を子にするってことで、縁故は小指なんだよね。俺もまあないんだけど、俺のも縁故。でも、組のトラブルは大体縁故。1回の下手打ちに第一関節とか、2回の下手打ちで第二関節とか、まあ、ルールがあるわけじゃないけどね。俺とかは別に自分ごとでやんなくてもいいような色落としちゃったんだけど。ちなみに、瓜田さんが落とされた時にはどのような形で落とされたんですか？俺が興奮状態で、カッとなっちゃって、
俺とその上の人との電話ではちょっと口喧嘩になって、まあその捨て台詞で、けじめつけてやるよとかなんとかって言っちゃって、そしたらそれを聞いてた、周りにいた当時のその先輩みたいのが、お前これ指でも持っていかないと取り返しつかないことになるぞって俺にこう空気入れてきたから、そんなもん落としたろわってなるじゃん、こっちも。エキサイトしてるから。やってやるよって言って、それで食いちぎっちゃったんだよね。食いちぎる。近くに何もなかったから。実際その組織に入られてる時は、楽しかったんですか？それともどういう感情を抱いていらっしゃいました？やってよかったなって思うことが、2割。6割はやめたい。どうしよう。なんでこんな世界に入っちゃったんだろう。もう2割がやめ方がわからない。もう殺されるんじゃないかとか思って怖いからやめ方がわからない。だから実質1割とか2割なんだよね。やってよかったと思えたことは。その気持ちがずっと続いた中でもうやめようという決断に至ったんですか？俺たまたま松本少年刑務所の中で文芸のコンクールみたいなのがあって、で俺問題ばっか起こして監視と喧嘩して毎回その懲罰って中でも言うこと聞かなかったから、毎回保護棒と独居房で精神と時の部屋みたいなところで自分と向き合う時間が長くて気が狂いそうになってたんだよね。毎日こっそり部屋に持ち入れたシャーペンの芯を使って壁に正しいって字を書いてくるんだよね。今日で1日目とか。で、シャーペンの芯が折れた日にはもう気が狂いそうになって、そうこうしてるうちに、懲罰中でも、文芸コンクールっていうのには出せるっていう、なんかチラシみたいなのを見て、それで、自分が13枚分しか書けなかったんだけど、原稿用紙で、小説っていうか、短編が、たまたま日本全国の刑務所の中から対象作品取れたんだよね。それで、俺本出したいなと思って、本でも出してゆっくり生きていきたいなって考えるようになって、組織にいるときにその雑誌の表紙を頼まれたり、なんかそういうね、不良が出るような雑誌とかによくお世話になってたんだけど、そういうのに掲載されることも組織の本当は許可が必要で、俺全部無視してやっちゃってたんでね。そういうのももう何をするのも許可だし、当然、作家になりたいですって言ったら勝手にならヤクザはやめんなって言われちゃうから、で、組のことは書くなとか言われてなっちゃうし、めんどくさいから、せっかくできた自分の目標っていうかね、その時は自分の夢だったから、それが明確にできたんで、じゃあやめようと思って。辞める際には何か手続きというか、あったりするんですか？本来は、そこの所属しているところの親方、親父だったり、親父と呼ばれる組長だったり、会の一番上にいられる親分だったり、総長に席を抜く除籍もしくは破門にしてくださいって言って、さっき言ったね、入会の時に出した証明写真の貼られたハガキで、破門にしてもらうとか、抜け方がいろいろあるんだけど、俺の場合はね、実はこれ10回以上交渉して、何言ってんだと。お前散々好き勝手やって、で、一回刑務所行って帰ってきただけで、やりたいことが見つかったからやめます。ふざけてんのかと。で、ヤクザしかできないと思われてたから、周り全員に。だから、お前なんかが、ヤクザ以外のこと務まるわけないんだから、数日、頭でも冷やしとけとか、何回交渉に行っても、いや、ゆっくりしとけとか言って言われて、お前じゃ絶対もう仇は無理だからっていう感じでずーっと伸ばされちゃって、最終的に完全に抜けるっていうジャッジが下されないまんま、半年とか経っちゃって、それでまた俺が間違いを起こすんだよね。辞めさせてくんねえんだったら無理やり辞めてやるよって言って、自分がいた本部事務所にまで行って、名札って言って名前の書かれた札がかかってるんだけど、その札を勝手に折って捨てちゃったりとか、俺もお前に辞めるって言ったからなって言って本部事務所に電話出た先輩に申し送りに書いとくけとか、ありとあらゆるそういう行動に出るんだけど、ことごとくそれも、あいつやっぱりおかしいぞみたいな、上にそういう通達しかいかなくて、辞めたいって本人は言ってるけど、喧嘩売ってんのかとかそういう風になっちゃって。でね、最後大きいお祭りが新宿であって、鳥の市って言って、そこにいろんな組織が来て、酒飲んでんだよね。で、そこに入ってって、そこでも、俺辞めさせてくれるって言ったじゃないですかって言って、いつ俺を辞めさせてくれんだっていうことを言いに行ったら、
あいついい加減にしろやっちまえってなっちゃって、そんでね、結構ギャラリーがいるところで引っ張かれて何人からも。で、そうこうしてるうちに、もういいよ、あいつは歌舞伎町所払いっていう処分にしようってなって。ほんで、俺がいた会からは、歌舞伎町に入ることを禁ずるというよくわからない処分で辞めることができたんだよね。そこから10年近く歌舞伎町には本当入んなかったんだよ。今では俺に処分を下した人が、逆に関東所払いって言ってそのヤクザ辞めちゃったから、そんなルールも何もなくなっちゃったんだけど、未だに遠慮してるけどね、一応。じゃあ今現在、瓜田さんはどのような活動をしていらっしゃるんですか？今は、愛する妻と二人で、ささやかに幸せな生活を送ってます。あとはね、たまに本出したり、あとはね、毎日トレーニングして、たまにその格闘技みたいな試合に出させてもらったり、あとはブレイキングダウンって今流行ってるコンテンツがあって、選手として試合させてもらったり、あとは運営的なことをやらせてもらったり、あとは YouTube 撮ったり、やってます。で、瓜田さんは辞めて今そういう活動されていらっしゃると思うんですけど、実際最後まで続けた方、もしくは他のお知り合いの方々はどのような人生をたどっていらっしゃる方が多いですか？そこは、はっきり言うけど、俺がそこは口にしちゃいけないんだよね。自分だけ先にゲソ抜いて、好きなことやってる人間が、未だそこにどっぷり使ってる諸先輩方のことを、人生を、俺なんかがとてもじゃないけど、どうこう言っちゃいけないから、それは。